その日は曇りっ日だった。三井さんって言うのよ、3位の人は。このまま桃太郎川沿いに歩いていくと彼女の家があるわ。途中の道があまり良くないけどね。川っ戸には嫁姑番付というものがあることを、私はこのゴンドギさんという人から教えられた。その番付が嫁いびりの番付だということも、私がその番付の4位にいるということも、私はゴンドギさんによって知らされた。私を3位の人に会わせてください。そう頼んでからこの日が来るのを心待ちにしていた。その間、私は絶対にお母さんに感づかれないよう心を砕いた。私が私以外の嫁姑番付の人と会うことなど、お母さんにとってはどうでもいいことだろう。けれど私がその日を待っているという一点だけで、お母さんが私の計画を潰しにかかるのは目に見えている。今日も朝からずっとお母さんに見張られているような気がしてならなかった。こういう時、下手な口実を言えば見透かされる。どうにでもなれ。私は腹をくくって何も言わずに家を出た。どうしても会ってみたいんだ、嫁姑番付の3位の人に。急ぎましょう、渋沢さん。雨が降り出すと帰りはもっとひどいぬかるみになるから。ええ、ゴンドギさん、会って話したい。私と同じように姑のことで悩み苦しんでいる人が、毎日どんなことを思い、どんな希望を持って生きているのか知りたかった。おい、またか。今度はどの辺だ？ずいぶんと高いところまで行ったな。人が集まってるわ。何かあったのかしら。またやったのかい？ああ、消防団の若い衆が助けに向かってるよ。どこかに火事でもあったんですか？はあ？火事？あんたこの近所の人じゃないね。火の見櫓だよ。ばあさんのくせに止めるのも聞かず、えらい勢いで登っていくのさ。上の方まで行くと今度は降りられなくなって、いつも大騒ぎだよ。どうしておばあさんが火の見櫓なんかに登るんです？空模様のせいかね。ちょっと変わった人はこういう天気の移り目に妙なことをするもんなんだろうよ。おい、捕まえたらしいぞ。あ、銀灰色の空のせいで鉄骨のビスの一つ一つまでくっきりと見えた。無事に助けられたみたいね。さあ行きましょうか。ええ。着いたわ。ここが三井さんの家よ。使い古しのタオルとシーツ持ってきた？あ、はい、ここに。ちゃんと洗濯してあるんでしょうね。言われた通り柔軟剤入れて洗ったわよ。匂い嗅がないで。それでは参上いたしましょう。ごめんね。芳香剤の香りきついでしょ。ラベンダーだのジャスミンだのあれこれ置いてたら混ざっちゃって。人が来るときはいつも窓を開けておくんだけど、今日はこんなお天気でしょ。30代半ばだと消えていたその人は、想像してたよりも一回り年かさに見えた。三井さん、これお土産。わあ、ありがとう、ゴンドギさん。使い古しタオルは何より貴重よ。小さく切ってお尻拭きに使えるから。赤ちゃんがいるのか。ちょっと待って。ごめんなさい、お父さん呼んでるみたいだから。すぐ戻ってくるわね。お父さん？寝たきりのお舅さんがいらっしゃるの。三井さんはもう5年、介護を続けているのよ。そうだったの。お茶どうぞ。いただいたお菓子美味しそうだからお出ししちゃう。どうぞお構いなく。私が勝手に押しかけてしまったんですから。あら、私とっても嬉しいのよ。家に病人がいるからお友達呼ぶのもなんだか気が引けて。旦那じゃ今一つ話題に事欠くでしょ。わかります、それ。でもね、やることたくさんあるから退屈なんてしないの。今日はお父さんの髪を洗おう。明日は足と手を洗ってあげようとかね。少しでも自分で体を動かすように励ましてあげて、今までできなかったことが少しでもできるようになると、お父さんすごく喜んでくれるし、私もとっても嬉しくなっちゃうの。明るい人、
介護ってとっても大変なことでしょうに。夢のようだわ。おしゃべりしながらお茶飲めるなんて幸せ。この人が嫁いびりに会っているなんてとても思えないけど。あら、三井さん絵手紙書いてるんですか？お母さんなの。始めて半年なのにとっても上手でしょ。その花を生けてくれたのもお母さんよ。へえ。外出できない私を気遣って季節の花を窓辺に飾ってくれるの。昔は家でお花とお習字を教えていたの。今でも時折お弟子さんが習いに来るわ。私たちが来たので気を利かせて奥へ引っ込んでしまったのね。なんだか申し訳ないことしちゃった。介護のことは嫁のあなたに任せきりよね。あなたのお姑さん。お姑さんにしてみれば自分の夫なんだから、もっと協力的になってくれてもいいんじゃないかって思う時もあるでしょ。そうか、それが三井さんが嫁姑番付3位な理由なのね。会いたい気持ちだけでやってきてしまったけど、こんな風に尋ねるのはとても失礼なことだったかもしれない。仕方ないのよ、ゴンドギさん。介護は力仕事だし、お母さんあんま体が丈夫な方じゃないから。渋沢さん、ここに来る途中ぬかるみの道に苦労したでしょ。はい。お父さんお母さんをお嫁にもらうとき、あのぬかるみを体の弱いお母さんに歩かせるのがかわいそうで、おぶって家まで連れてきたんですって。そうやっていつも自分を守ってくれてたお父さんの今の姿をお母さんは見たくないんじゃないかしら。だから私も無理に手伝ってもらおうとか思わないようにしてるの。どうしようもないことって考えても仕方ないし、私までくよくよしてたら家の中が暗くなっちゃうもの。またお父さんが呼んでる。ごめんなさいね、ちょっと行ってくるわ。ここへ来てよかった。連れてきてもらって本当によかった。お舅さんをたった一人で介護するなんて誰にでもできることじゃないのに、三井さんはまるで春風が吹くみたいに気負ったとこもなく当たり前の顔してやってのけてる。それと体が弱い自分に代わって介護をしてくれるお嫁さんに感謝の気持ちで花を生けてくれるお姑さんもとっても素敵。そうね。それに比べて私のとこはどうだろう。お母さんは私が柔らかすぎるご飯に慣れてきたと見るや、新たなお根性を次々と仕掛けてきた。私のお椀のお味噌汁の中にほんの少し飲み終えた後うっすらとそこに残るくらい泥らしきものが溶かし込んであるのを見て気が遠くなった。三井さんの明るさと強さが今の私には眩しく見える。たとえどんな境遇でも彼女のように前向きに生きることができるのなら、私も希望を捨てずに頑張ってみよう。消防団の人たちが帰っていくわ。あのおばあさんも今頃家に戻っているでしょうね。その時、廊下の向こうの部屋からお舅さんらしき人のじれたような甘えたような声が聞こえた。違う、それじゃない。どうしたの？どこか痛いの？それだ。お茶欲しい？それともジュースがいい？たびたびごめんなさい。こういうお天気の日は難しいの。どこが痛いとか何が欲しいとかはっきりわかる時の方が楽なのよ。一番気を使うのが気分が沈みがちにならないようにすることなの。食欲もなくなってしまうし、何ヶ月もかけて積み重ねたリハビリがたった1日で元に戻ってしまうこともある。くたびれたトレーナーのせいで気がつかなかった。三井さんが本当はとても綺麗な人だということに。だから私、曇りっぴは嫌い。残念だわ。もう帰ってしまうなんて。もっともっとたくさんお話ししたかったのに。また訪ねてきてくれるわね、渋沢さん。はい、必ず。今日はお話できて嬉しかったです。また会いましょうね、ゴンドギさん。ええ、また来るわ。
あら、お帰りなさい、お母さん。あら、お客様。お茶入れてありますよ、お母さん。すみませんね、玲子さん。どういうことよ、ゴンドギさん。私、どうしても結びつかないの。花を生けてくれるお姑さんと、さっきの日の宮蔵の人が同じ人だなんて。もっとわからないのは三井さんの態度だわ。外はあれほどの大騒ぎだったのに、まるで他人事のように。あれを見て。日の宮蔵？ところどころに布のようなものが見えるでしょう。あれ全部三井さんの服よ。さすがお花のお師匠さんね。絶妙なところにはまり込んでるわ。消防団の人もあの服までは手が回らないでしょうから。ちょっと待って。三井さんはお舅のために精一杯の介護をしてるのよ。その人の服をどうしてそんな無茶苦茶なことするの？嫉妬よ。空が曇るとお舅さんの気分が不安定になる。それをなだめようとする三井さんにお姑さんが嫉妬する。その繰り返し。お姑さんにしたって日頃抑えていた感情が吹き出して夢中でやってしまうんだから止めようがない。三井さんもそのことは承知しているから何をされても黙って受け入れるしかない。それが三井さんの賛意の理由なのよ。バカなことはやめなさい。そんなことしたって何にもならないわよ。だってひどすぎる。三井さんがかわいそすぎるわ。もう勝手にしなさい。私は付き合いきれないわ。ぬかるみの道、乾く暇もなくまた雨に降られぬかるんでゆく道に終わりはないのだろうか。渋沢さん、ごめん、私これ一着しか取れなかった。ありがとう、渋沢さん。これ私の一番好きなワンピース。さぞやいい気分でしょうね。あ、ゴンドギさん待っててくれたの？人に何かをしてあげられるのって自分が優位にいると思っているからよね。あなたが今いい気でいられるのは自分よりも不幸な人がいることが分かったからでしょ。ゴンドギさん、そんな言い方ってないでしょ。あなたは三井さんの友達なのに。カーナミの人って本当にお人よしなのね。私はあなたと一緒にいるといい気分だわ。え？あ、ゴンドギさん、あなたまさか。そうよ、私は5位、嫁姑番付5位のゴンドギよ。嫁姑の悩みは出口のない底なし沼のようなもの。生半可な慰めや処世法なんて聞かないわ。唯一の救いは他人の不幸を見て自分の方がマシだって思うこと。私が4位のあなたに付き合ってあげたのはそのためよ。ゴンドギさん、あなたとは一生友達になれないわ。結構よ、慰め合うつもりなんてないから。私はただ自分より不幸な人が見たかっただけ。